したし、やばいところにも行ったんだけど、幸い取りつかれるなんてことはなかった。一度だけ覗けば、大学1年の秋頃、サークルの仲間とこっくりさんをやった。俺の下宿で、それも本格的なやつ。俺にはサークルの前回でオカルト道の師匠がいたのだが、彼が知っていたやり方で半紙に墨であいうえおを描くんだけど、その墨に参加者の唾を混ぜる。あと鳥居のそばに置く酒も2日前から縄を張って清めたやつ。いつもは軽い気持ちでやるんだけど、師匠が入るだけで雰囲気が違ってみんな神妙になっていた。初めて10分くらいして何の前触れもなく、部屋の壁から白い服の男が出てきた。青白い顔をして無表情なんだけど、説明しにくいが魚のような顔だった。俺は固まったが、他の連中は気づいていない。こっくりさん、こっくりさんと続けていると、男はこっちをじっと見ていたが、やがてまた壁に消えていった。消える前に眼鏡をずらして見てみたが、輪郭はぼやけなかった。なんでそうなるのか知らないが、この世のものでないものは裸眼、眼鏡、関係ない見え方をする。内心ドキドキしながらも、こっくりさんは無事終了し、解散になった。帰る間際に師匠に「あれ、何ですか?」と聞いた。俺に見えて師匠が見えてないなんてことはなかったから。しかしわからんの一言だった。その次の日から奇妙なことが俺の部屋で起こり始めた。ラップ音くらいなら耐えられたんだけど、怖いのは夜ゲームとかしていて、何の気もなく振り返ると、ベッドの毛布が人の形に盛り上がっていることが何度もあった。それを見てビクッとすると、すぐにスーッと毛布は元に戻る。他には耳鳴りがして窓の外を見ると、大体あの魚男がスッと通るところだったりした。見えるだけならまだいいが、毛布が実際に動いているのは精神的にきつかった。もうげっそりして師匠に泣きついた。しかし師匠が言うには、あれは人の霊じゃないと。人の霊なら何がしたいのか、何を思っているのか大体わかるが、
違う。一体何なのか。正体というと変な感じだが、とにかく全く何もわからないそうだ。時々そういうものがいるそうだが、絶対に近寄りたくないという。頼りにしている師匠がそういうのである。こっちは生きた心地がしなかった。こっくりさんで読んでしまったとしか考えられないから、またやればなんとかなるかと思ったけど、それはやめとけ、と師匠。結局、半月ほど悩まされた。時々見える魚男は、恨めしい感じでもなく、強いて言えば、興味鬼のような悪意を感じたが、それもどうだかわからない。人型の毛布もきつかったが、夜閉めたドアの鍵が、朝になると開いているのも勘弁して欲しかった。夜中、ふと目が覚めると、暗闇の中でドアノブを握っていたことがあった。自分で開けていたらしい。これはもうノイローゼだと思って、部屋を引っ越そうと考えてたとき、師匠がふらっとやってきた。3日ほど止めろという。その間、なぜか一度も魚男は出ず、怪現象もなかった。帰るとき、多分もう出ない、と言われた。そして、やたらとため息をつく。体が重そうだった。何がどうなってるんですか、と聞くと、しぶしぶ教えてくれた。山の隠れ道祖神っての、あるだろ。結構有名な心霊スポットだった。かなりヤバいところらしい。うなずくと、あれ、ぶっ壊してきた。チェックした。もっとヤバいのがついてる人が来たから、魚男は消えたらしい。半分やけくそ気味で、ついでに俺の問題を解決してくれたという。なんでそんなもの壊したのかは教えてくれなかった。師匠は、まあこっちは何とかする、と言って、力なく笑った。